こんばんは。ホストのうさぎです。猫です。よろしくお願いします。このシューザンカーラジオは、私たちのタイムラインに流れてきたいいねの履歴を、親友2人が代わりにゆっくり振り返っていくっていうウィークリーのポッドキャストです。記憶があやふやでも、聞いてるうちに、あ、こんなのあったなって思い出せる、そんな番組を目指してます。今日振り返っていくのは2024年11月の18日から24日までの1週間分ですね。ざっと数えて70件くらいかな。アートとプログラミング系の話題がかなり多めで、見返しながらちょっと笑っちゃうくらいのボリュームになってました。構成としては、まずアートと創作、それからプログラミングと開発、ゲーム、科学と学び、ライフと雑記、最後にその他をまとめてっていう全部で6つの章で振り返っていきます。この期間って街の方でもアートのイベントが続いてた時期で、歌舞伎町でアートナイトみたいな大規模なやつとか、京橋で個展が話題になってたみたいですね。プログラミング側も PHP8.4 や .NET9 が出たり、技術ニュースも賑やかでした。なるほど。季節的にも展示が増える時期だもんね。タイムラインだけじゃなくて、街でも同じテンションだったってことか。じゃあ、その辺の空気込みで気になったやつを一緒に振り返っていきましょう。じゃあまずはアート創作から。この週はとにかく数が多くて30件以上タイムラインに流れてきた感じで、ちょっと振り返るのが追いつかないくらいの厚さで、どこから話そうかなーって本気で悩んじゃうレベルだったね。ちなみに11月って東京京橋で友沢小田尾さんの個展フラグメントが始まってたり、歌舞伎町の弁天アートナイトがあったり、リアルでも創作の話題が多い月だったみたいで、京橋のギャレリー&ベーカリーで12月3日までの会期っていうスケジュールでした。そういう街でアートに会いに行ける状態と並行して、ネット側でもこの週はクリエイティブコーディング系がぐっと熱かったっていう構図で、まず気になったのがセッションズというイベントのロゴデザインからインスピレーションを受けて作ったモーション作品。ロゴが動かしてくれって訴えかけてきたっていう言い方がすごく好きでした。デモシーン的なノリでシェーダートイにも投稿されてたみたいで、ちゃんとコードで動かすこと自体が表現っていう文脈に乗ってる感じがしましたね。出力された絵だけじゃなくて過程全部込みで作品っていう感覚。そこから流れで GLSL のレイマーチングで作品作りをやってみたい人向けの資料っていうのも回ってきてて、弾を出すところまではチュートリアルでわかるんだけど、その先がわからないって人向けに書かれた資料らしくて、すごく丁寧でした。最初の山を越えた後の空白を埋めに行く感じが本当に親切でしたね。チュートリアル後の空白って本人の作家性が一番試される場所だったりするから、ちゃんと言語化されてる資料って貴重なんですよね。同じ 3JS 系で言うと、距離ベースのディゾルブエフェクトの実験動画も良かった。だんだん溶けていくみたいなあれですね。ちゃんと数学が背景にある絵だなっていう手触りがあって、見てて気持ちよかった。もう一個 3JS 系で R3F で 3D のプロフィールカードを作ってみたっていう実験もありましたね。リポジトリも公開されてて、フレーメのコードコンポーネントにつなげようとしてる流れがあるみたいで、ウェブサイトの一部品としてサクッと貼れるところまで来ると一気に普及するやつだなぁと。あとちょっと毛色が違うやつだと、熊財団の小学生グループ展、意外とハートフルに出すっていう告知。計算機、自然っていうフレーズが出てくる計算機を使ったインタラクション作品で、六本木のギャラリーで
11月30日からの会期だったみたい。さっき話してた京橋の個展とか歌舞伎町のアートナイトとか全部同じ2024年11月の創作の波の一部って感じがしますね。タイムラインで偶然並んでるんじゃなくて街全体がそういう季節だったっていう。コード系のラスタは P5JS のクリエイティブコーディング作品。オープンプロセッシングにスケッチも上がってたやつで、こういう今日の一作品がふっと流れてくるのが P5 の世界線のいいところだよね。日課みたいに眺められる手軽さがあって、他にもピクセルアートで夕暮れの街を描いた一枚とか、レッシャーの言葉を引用したアニメーションとか、フラクタル幾何の渦巻きとか、ガラス球の WebGL とか、振れ幅が大きすぎて全部は紹介しきれないんですけど、どれも記憶に残るやつでした。アートのショーだけでも一本一冊書けそうな密度だったね。コードと絵が地続きになってる感じがこの週全部に通底してた気がする。とりあえず続きはまた次のショーで。一旦場面を変えていきましょう。次はプログラミング開発の章に行きましょうか。この週はちょうど世間的にも .NET New が正式リリースされて、Visual Studio 2022の C++ 周りもアップデートが入ったタイミングで、リリース系の話題がいくつか並んでた印象で、地味に節目の週だった気がしますね。言語処理系の世界線がまた一段更新されてた週っていう感じだよね。一個一個は静かなニュースなんだけど、並べてみると地殻変動っぽいというか、長く触ってる人ほど、あ、これ後で聞いてくるやつだって気づくタイプの週。技術選定周りだと、ララベルを使うべきかって聞かれたとき、完成・納品で終わる受託案件ならイエス、完成してからがビジネスならノーって答えたっていう、すごく明快なやり取りの投稿もありました。短い一行で意思決定の軸を渡してくる感じ。フレームワーク選びは寿命の話っていう切り口、わかりやすすぎて少し笑っちゃった。納品で終わるのか、その後ずっと回収していくのかで、選ぶべきものが反対側に触れるって確かにそうだなって。そういえばこの週もう一つ強かったのが、現代人は本番にもう SSH しないよねっていう話。サーバに直で入って何かを編集するっていう習慣がそもそも前提から外れてきてるっていう観察だったね。元はだから Vim を最初に教える方便はもう通じないみたいな話だったんですけど、そこにいや VS コードで SSH つながせるのもサーバ側でプロセス立ち上がっちゃうからねっていう注釈が乗っかってて、世代の話と運用の話が混ざってて面白かったですね。教えるときに何をデフォルトに置くかって結構時代の風景が出ちゃうよね。10年前と今だと最初に触らせるべきものがもう違ってて、教える側も毎年地図を引き直してる感じがある。あとフロントエンドのパフォーマンスチューニングをミッチさんが公開デモするイベントの告知もありました。ラプラスさんのポートフォリオを題材に Chrome DevTools みたいな外部ツールだけで詰めていくっていうコンセプトで、他人の本番サイトを公開の場で診断するって見せ方としてかなりエッジが立ってるよね。練習用の題材じゃなくて実際に動いてるサービスを開いて測定するから、聞いてる側も自分の現場に持ち帰れるやつになる。セキュリティ寄りだと SVG ファイルの中に HTML のフォームを植え込んで認証情報を盗むフィッシングの話も流れてきてました。フォリーオブジェクトっていう機能のせいで画像のつもりで開いたファイルが実質ウェブページになるっていう構造の盲点ですね。それ画像のつもりで開いたら入力フォームが出てくるってこと？怖い。メーラー側が SVG を画像扱いするから
警告も出にくいわけだよね。覚えておくと役に立つ事例だなって思った。もう少し日常寄りだと、ドットファイルズのこだわりを晒すっていう M3 さんのテックブログも回ってきてたよ。シェルの設定を一行ずつ手入れしていく盆栽的な楽しみ方がちゃんと記事の構造に出てて好きだった。ZSH のプラグインマネージャーを非同期にして起動時間を3分の1に縮めた話とか、細かいんですけど見てるとつい自分の設定を直したくなるやつですね。1秒削れたが不思議と1日の期限に効いてくる種類の改善。あと古いコードベースに最初にクニップっていうツールを入れてデッドコードを消すところから始めるっていう運用の話もあった。手をつける前にまず触る対象そのものを小さくするっていう順番ね。ああいうメンテ対象そのものを縮めるみたいなアプローチいいですよね。直す前に対象を減らす。レガシーに向き合うときは改善より先に削除っていうフェーズがいるっていうのを思い出させてくれる話でした。リリース系で言うと PHP8.4 が出て BCMass ナンバーっていう新しい数値型の解説動画も上がってましたね。今までは関数で BCMass を叩いてたところがちゃんとクラスとして触れるようになるっていう近代化の流れで、データ周りだとループさんがデータ活用の品質を担保するために取り入れたことっていう記事も流れてきてた。スラックのあちこちに散らばってた集計タスクをノーションに集約していく話で、地味だけど効きそうな運用改善だなって。データ品質をどう保つかって結局は人の動線の整え方の話に落ちるっていうのがちゃんと書かれてて好きでした。ツールを入れる前に誰がどこで何を見るかっていう生活動線を先に直す感じ。学び方の話だと、並べるスペシャリストの方のインタビューで OSS を読むのがコードリーディングと設計力の近道っていう話もあったよ。コードの裏にあるコンセプトに気づくと実装の意図が見えるっていう一文が良くて、設計を読む練習っていきなり大きな箱から始めるしかないんですよね。小さな練習問題だと設計の必然性が出てこないから、最初から本物の OSS を開いてつらみごと向き合うっていう理にかなったルートだなと思いました。他にも AWS の ALB、NLB のロードバランサーキャパシティ予約が公式機能になった話とか、CSS のアンカープロパティに驚いてる投稿とか、NUXT コンテントの入門記事とか、開発系もぎっしりだったね。プログラミングの章はこの辺で、次行こうか。3章目はゲーム。この週はインディー系が結構刺さるのが多かったね。対策ニュースっていうより、作り手の顔が見える小さなプロジェクトに目が行く週で、見てるこっちもちょっと制作意欲が湧いてくる感じの並びだった。一番話題だったのは上海の開発者さんが自宅を売って5年かけて作った電気街の喫茶店っていうビジュアルノベルですね。舞台が大阪日本橋っていうのが面白いところで、海外の人が描く日本のオタク街っていう視点が独特でした。日本橋を中国の人が描く。しかもメイドカフェの店長として経営シミュレーションも兼ねるって、見えてる風景がもう特殊で気になっちゃう。観光客でも在住者でもない、長く外から憧れて見てきた人の視点って、こういう手触りなんだっていう発見。あとは新作ゲームの開発進捗で植生の揺れをテーマにしてるっていう動画も良かったですね。風で草がふわっと動くやつの調整に丸一作品分くらいの労力をかけてる感じで、こだわりの場所が完全に作家性として出てる。ああいう地味だけど見ちゃう要素にちゃんと愛がある作品好きだな。
ゲームの中で派手な事件が起きてない時にぼーっと草を見てるあの時間を作り手側もちゃんと大事にしてる感じが伝わってくる。同じ系統で PS1 風のピクセルアートでカメラワークをテストしている動画もありました。レトロな質感だけど明らかに今の技術で作ってる感じが心地よかったですね。過去の制約をあえて借りるっていう表現の選び方がすごく今っぽくて、現役のポケポケ勢的には心拍予想の考察ポストも目に入ったよ。ミュウツー EX 戦の対戦記録も流れてきてて、ちょうどメタが動いてる時期だったみたいで、コミュニティの会話の温度が上がってる感じだった。ポケポケってリリースから日が浅いのに考察文化がここまで早く立ち上がるの、コミュニティの瞬発力がすごいですよね。みんな前作で培った筋肉をそのまま持ち込んでるから、立ち上がりの速度が普通のカードゲームと違うんだろうな。業界寄りの話だと、スタジオが急に閉鎖になっちゃって、グラフィックスプログラミングとテクニカルアートを兼ねる人が次の場所を探してるっていう投稿もありました。スキルセットが具体的に書かれてて、声を上げる勇気もあるんだなーって。ゲーム業界、そういうムッセが急に流れてくるのがちょっと胸が痛い瞬間あるよね。タイムラインで一個の楽しいゲーム情報の隣にこういう知らせが並んでて、業界の表と裏が同じ画面に同居してる感じ。他にもキービー6課の進捗報告とかコンテンツよりもいろいろあったんですけど、ショーのサイズもあるので一旦次へ行きましょうか。ゲームのショーは作り手の顔と業界のリアルが混ざってる感じがこの週の印象でした。4章目は科学、学び。この週は学習素材として最高みたいなやつがいくつかあって、地味に強い章でしたね。派手なバズり方じゃないんだけど、ブックマークして後で何度も開きたくなるタイプの素材が並んでた印象です。個人的に刺さったのは、507種類の機構をアニメーションで見られるサイト。1868年に出た書籍をウェブ版に再編集したっていうやつで、150年以上前の知見がブラウザでヌルヌル動くっていう時点でもうなんか感動しちゃった。歯車とかカム機構が図と動きで全部説明されてるんですよね。今でも普通に現役で使われてる仕組みが多くて、見てるだけで頭が整理されていく感じがありました。機械の語彙を一気にインストールできるサイトっていう印象。なんか手で触りたくなるよね、ああいうの。あと、折り紙研究で有名な方が、何これすごいって投稿してた幾何構造物の動画も気になった。折り目だけでこんな立体になるんだっていう驚きが伝わってくるやつ。あの研究者ご本人が驚いてる時点でもうただごとじゃないっていうやつですね。専門家のえって声、一番信用できるシグナルだったりするので、思わずリンク踏みに行っちゃいました。学習系のもう一つは、標準配列を使わずに参加するタイピングコンテストの動画。25名集まったらしくて、新しいキー配列をもっと気軽に作って使っていいっていうメッセージが込められてて、コミュニティの作り方として綺麗だなと思った。新配列は怖くないっていう言い回しがいいですよね。技術書じゃ拾えないコミュニティの空気感が出てる。何かを始める時の心理的なハードルを下げる言い方としてすごくうまい設計だなぁと思いました。あと語学方向だと中国語の客人来了と来客人了の違いを説明された時のリアクションっていうネタ画像もあった。語順で意味が全然変わる例としてめちゃくちゃわかりやすいやつで教科書よりも記憶に残るタイプ。ネタなんだけどちゃんと言語学の話になってるのがいいですよね。1枚の画像で
語順は意味そのものっていう原則を体感させてくるっていう、教材としても優秀なミームだなって。ここからはちょっとほっと一息。ライフ雑記の章に行きましょう。技術の話の合間に挟まってた空気の抜けるような投稿たち。こういうのが混ざってるとタイムラインの体温がちょうどよくなるんだよね。面白かったのが、上海の方が今日はこのカフェで作業してます、近くにいる方どうぞって緯度経度の座標を直接書いて呼びかけてた投稿。住所じゃなくて座標っていうのがいかにもネットの作業文化って感じでちょっと笑っちゃいました。そういうゆるい誘い方好きだな。あと、日本に一箇所だけ残ってる球体ロープウェイの廃墟っていう写真も良かった。荒らされずにただ自然に朽ちていってるっていう表現がすごく綺麗で、写真そのものに静けさがあった。朽ちるっていう状態自体をちゃんと敬意を持って見てる感じがしますよね。廃墟って撮り方によっては荒れた印象になっちゃうけど、あの一枚は時間の流れにそっと並んでるっていう距離感だったなぁと。旅つながりだと、これ以上にない直線道路に感動してるっていう写真もあったよ。地平線まで一本だけ伸びてるやつで、車のフロントガラス越しに延々続いてる。人によっては一生のうちに数回しか出会えない種類の風景。ああいう景色って写真より体験の比重が大きいんですよね。映ってないところが圧倒的に多いっていうか、風の音とかエンジン音とか場面に入ってこない情報の方が実は本体だったりするタイプの記憶。なごみ枠は HTB さんのニュースで犬にインタビューしてた映像。マイクに鼻息が入ってるのも、お姉さんの優しい話し方も全部可愛いっていう投稿で、ニュース番組の中の一瞬の隙間にこういうのがある日って素敵だよね。うさぎさん、これ絶対好きなやつでしょ。普段からこういう動物と人間の間に小さな会話が成立している瞬間を見つけるのが上手で、タイムラインの和み担当として完全に機能してる気がする。バレてる。動物枠だともう一つ不思議な生き物のアニメーション自負っていうのも回ってきてて、こっちはマジックアニマルみたいな紹介のされ方だった。実在感と非実在感の間にいる感じが見てて飽きないやつ。最後は件数が少なめだったカテゴリーをまとめてその他の章にしました。カルチャー、AI、ビジネス、ニュース系の中から印象に残ったものを少しずつ拾っていきます。一個一個の濃度が結構高いっていう拾い方になってる週で、まずカルチャー枠で Google Arts and Culture が無料で最強すぎるっていう紹介投稿があったね。世界中の美術館作品が細部のひび割れまで見えるくらいの高画質で見られて、館内のストリートビューまであるっていうやつ。美術館に行けない日でもそれだけで一日潰せちゃうやつですよね。家から名画にズームできるってよく考えるとちょっとすごい話で、10年前の自分に教えたら多分信じてもらえないやつだなって。 AI 寄りだとロボットの東洋に LLM の人格を乗せて、複数の人格が物理的に喋りながら相手を認識する展示があったよ。M5 のカメラを身体にしてるっていう構成で、ロボットがちゃんと視野を持って会話してる感じになってた。言語モデル単体じゃなくて身体を持つマルチエージェントを作りに行ってる感じがちゃんと一歩先な感じがしました。チャット画面の中で完結する LLM と机の上を動き回る LLM では人間との関係性が根本的に違ってくるんですよね。ビジネス側だとドロイド会議の三高さんが
モビリティスタートアップの入門にアンドロイドエンジニアとして入社っていう報告もあった。コミュニティの中心にいる人が新しい場所に動いたっていう静かに大きいニュース。コミュニティで顔の見える人が新しい場所に動くと、業界の地図が少しずつ書き換わっていく感じがありますね。本人の移動以上に周りの人たちの興味の重心がそっと寄ってくっていう影響の方が大きかったりする気がします。ニュース寄りだと中国についてネガティブなことを書くのはまずいのかっていう議論を書いたノートの記事もあった。批判を受けて自分の執筆姿勢を改めて整理したっていう内容で、書く人の倫理が静かに浮き彫りになる文章だったね。というわけで、2024年11月18日から24日までの1週間でした。改めて並べてみると、アートとプログラミングの厚みで全体が押されてた週で、合間にゲームとライフがちょうどよく挟まってる感じだったね。アートの厚みと PHP8.4 や .NET 9みたいなリリース系の話題、それから学習素材として最高みたいなサイトがいくつかっていうバランスの週でしたね。後で何度も開きたくなる素材がちゃんと残ったいい1週間だったなと思います。全部は紹介しきれてないので、気になった人は元のいいね一覧の方も覗いてみてもらえると嬉しいです。今日触れなかった隅っこにも結構いい投稿が残ってるはずなので、全部の素材は概要欄からもたどれるようにしておくので、引っかかったものもあれば後でゆっくり開いてみてくださいね。耳で聞いたタイトルをちゃんと手元のブックマークに着地させてあげるとなおよしっていう感じで、またどこかの回でゆるく集まれたらいいなと思ってます。タイムラインの気温に合わせてちょうどいい温度で振り返れたら嬉しいです。それじゃあまたどこかの回で。ここまで聞いてくれてありがとうございました。うさぎと猫でした。おやすみなさい。